体全体で振り向いているので、まあこのように顔が先行してで体が動いて最後に一番動く感じで収まると。振り向きの続きで今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前回のキャラで基本をやったわけですが、前回のキャラ、はい、まあもう少し描きやすいキャラで振り向きをやると、このように今回は前回より枚数がかなりあります。そうですね、まあゆっくり見せるために中枚数をちょっと当たりとして入れておきました。まあ原画として用意したのが5枚なんですが、つまり前回はここまでだったということですね。そうですね、まあ、体全体で振り向いているので、まあこのようにここはなるほど、こっちが大きくてでこっちに収まる、という感じですね。まあ前回は1枚で済ませたんですけど、もう1枚余計に入れてみると微妙にもう少しスムーズに、こういうところにまつげを描いておくとそれなりのアクセントがつくんで。なるほど、まつげがないといきなり目が出てくる感じですかね。でまあベタの膨らみを意識して、ここまで必要だと思ったらこことここの間にねもう1枚入れてもいいし、ゆっくり見せるために。耳の進行がそんなに大きくないですね。でもって横顔からさらにまあ目の際これくらいでまとめてみたんですけど、確かに前回もそのパターンはなかったんですか。まあその時々の絵によって描き方がこの時は鼻が小さいというのもありますね。鼻を意識してこう描いてますけど、こんな感じのキャラが流行ってますよね。今鼻筋だけで表現するやつ。これラフだから描いてないというわけではなくて実際に描かないということ。こういう風になります。なるほど。影をつけるんならこれを意識してつければいいってだけで、つけるとしたら影ですね。角度がついたらやっぱり鼻筋は意識しないといけないのでここまでつけますけど。なるほど、そういうことなんですよ。なるほど、立体感を、表現するためでもありますね。ここまで来るとこれだけで表現できるでしょう、鼻筋は。なるほど。ここまで動いて、体がようやく動く。顔が先行してで体が動いて最後に一番動く感じで収まると。そうですね。顔が収まるが腕がまだ同じ方向に動いてそこに収まるんですよね。そうですね。頭と腕が反対方向で収まる。中割りを入れるんですけど普通そこはぐるっと中割りで動画の人がやるべきですよね。そうですね。ちなみにアニメキャラはまたリアルの人間とちょっと違うんですけど、頭がまん丸という意識で描くのか、ここのほっぺじゃなくてのラインがあってでここ耳があるとして丸いよりはここは顔が割と平らっぽいで横が割と平らっぽいという意識もできなくはない。普通の人間アニメキャラじゃなくて丸いよりは、若干丸みのある四角いっていうキャラもいるのですかね。柔らかさを出すために本当に一直線じゃなくてちょっと角度つけますからね。確かにそこはロボットになっちゃうんですけど、こういうパースがつきますよね。頬骨のラインをこういうふうにすれば、確かにね、鼻筋もこういうのをたどって芯はこう、で顎につけますよ。なるほど。じゃあやっぱりここも影をつける場合もあるということですか。こっちの影だったらこうなりますよね。で、こんな影がつきますよね。やっぱり立体を意識して影をつけるかつけないかによってその立体感を表現するんですけど、必ず全部描くわけじゃないですよね。作品や光の強さにもよりますから。
そこもありますね。確かにいろいろその作品そのシチュエーションを考えて描いていかないと。このキャラだとさすがにこれと違ってもう顔がほぼ、丸くなっているそうですね。感じ頭蓋ですか骨ね。の形を描くとこんな感じですよね。つまり耳と目の間がそんなに離れていない、顔が広くなっているという認識。この場合角度がついてるので奥行きがあるから近づいて見えますけど、実際こういう形を意識してますね。アニメキャラは、普通の実写よりは目がでかい、耳から近づくっていう感じがするので、振り向く時にここら辺の距離が結構いい加減には見えたりするんですけど、もうフィギュアとかになっちゃうと、それなりにまとめてはいるんですけど、無理のあるデザインですよね。2D ですから嘘をつくのがアニメーション。私が振り向きをこの顔、先ほどの、この顔になった時の耳の位置意外と実は悩んでいて軌道に乗っていれば、原画と原画の間の、線に乗っていればごまかせ収まりのいいところ。なるほど。ここの顎のラインがよく、多分普通のアニメとかよりは結構右側に結構広く描くようにはなったと思いますけど、逆にそこまで広くするとなんか問題が出てくるんですかね。アニメキャラになると。特には問題はないですよ。要は何度も言うようですけど決まってれば OK。はい、ありがとうございます。はい、どうも。